葵ちゃんです。ローホスピタル実況の続きです。雨晴れハーです。トリアージしたオイル・ポラードさんが亡くなりました。オイル・ポラード、35歳、ベルギー、フランダース、フラームス・ブラバント出身、元大工。祈りながら眠りにつくことを学んだ。プロフィールの文章、被ってません。残念ながらプロフィールのフレーバーテキストがすぐ被っちゃいます。まあ患者のバックグラウンドなんてその程度というのはあるかもしれませんが。そんなことは。今後は特別な場合のみ紹介することにします。もし成功したら人生を変えます。もっとうまくやれるようになりますとも。こちらから確認しなくても、向こうから話しかけてくる。シフトシステム導入の改善を開始します。おお、よかったです。説明を見る限り看護師のスロットが増えるという利点もあるようですね。交代で勤務するから総人数は増やせるということでしょうか。長官殿の物資の輸送が遅れているので可能ならアルコールを送ってほしいと司令部から要請がありました。そうすれば代わりに採用許可証をくれるそうです。酒は配給の食事に加えたり消毒用に使えたりするらしいです。注文していて在庫があったので送りました。これで外科医をもう一人呼べるんですか？許可証が5枚必要なのでまだ足りません。そんな。シフトシステムが導入されました。各場所の上部にあるセグメントコントロールで8時間シフト、12時間シフト、24時間シフトから選択できます。24時間シフトとは一体？お腹が空いたのでシチュー用ポットを用意する改善を開始します。配給の食事を強化するってことですか？配給オプション十分を選択できるようになり、選択すると時間経過で士気が上がります。士気が上がれば任務解除する必要のある兵士が少なくなり有利というわけです。ラーメンあります？数年前に日本で南京そばが生まれたばかりです。そんなものはない。そんな。そろそろ敵が来ます。そういえばコメントでアンガス・マクフィヒオメインが中佐なのに師団指揮官であることへの疑問をいただきました。でも複数箇所の原文を総合するとイギリス海外派遣軍第36師団を指揮する中佐という設定なのは間違いないよ。敵襲？ドイツ軍の攻撃だ。見放射するな。長官殿、塹壕で多数の死傷者が出ています。ひどい。間もなく負傷者が押し寄せてきます。その後はさらに強力なドイツ軍も。とにかくたくさんの患者を救わなければ。そのためには、まず塹壕から負傷者を運ぶ必要があります。高度ガリテ宛て所を建設し、衛生兵を配置すると応急処置して搬送してくれます。これがないと搬送される前に死ぬ患者や、より重症化して運び込まれる患者が増えるようです。早く救急体制を整えないと負傷者が死んでしまう。建設は改善の一種として実行できます。1時間で建設し、衛生隊を派遣するのです。阿鼻教官の塹壕に急行。完成。よくやった少佐。これで塹壕の負傷者を病院へ搬送できる。シチュー用ポット導入の改善も終わったので、早速配給の選択肢を十分にします。食料の消費が倍になり、酒も配給されます。倍ですか？刻むでしょう。普通もっと。缶詰うめえ。看護師が向かっています。リハビリセンターに誰も配置されていないため、患者がリハビリを受けられません。患者が回復できるように、1人以上の看護師をリハビリセンターに配置する必要があります。配置をいじってたら判定が走ったのか、ジャネット・オーニルさんが警告してくれました。急ぎリハビリセンターに看護師を配置しましたが、もうしばらくは回復待ちの患者で溢れることになります。看護師が向かっています。初見プレイのしわ寄せが患者と看護師に。長官殿、負傷者救護所にとある患者が運び込まれました。特に気を使う必要があります。この患者のケースは注意深く検討することを推奨します。君、負傷者救護所に最近運ばれてきた患者の一人に、個人的な推薦状を残してきたことを伝えてもよいだろうか。どういうことです？要は VIP 患者です。回復させるといいことがあるらしい。個人的というのがどう個人的なのかにもよると思いますが、これはどうなんですか？ふむ。ラルフィ・モーガン19歳、フランス、オートピレネー出身。軍人の息子で父のそばにいるため軍に入った。戦争の初期段階では2人は一つの部隊で共に戦った。1915年1月、父は目の前でドイツ軍の砲兵に殺された。彼は衛生兵が父を助けてくれることを願い、父の遺体を塹壕に運んだ。それ以来、彼は自分と父親の2組のドッグタグをつけている。気の毒ですが、これだけではなぜ VIP なのか見えてきませんね。どうせ父親の方が中佐の友人だったとかでしょ。最優先はしません。
でも可能なら手術が間に合うようにより注意を払っておきますか。現在の割り当てでは手術前に死ぬという場合、患者カードにドクロがつくことに気づきました。ラルフィさん、このままでは死んでしまいますが。順番を繰り上げました。最優先はしないって言ってませんでした。他の患者の容体は末期と致命的です。カードをどう入れ替えても全員は助かりませんでした。末期患者をトリアージすることにします。殺した。この先が思いやられますね。夜が明ければ新たな敵の攻撃が来ます。息つく暇もね。外科用品が枯渇しそうなので薬局の生産速度を上げるアプテルハルデン乾燥ピストルの改正を開始。治療を乾燥させる気分ですね。ラルフィーさんの腹部に内出血が起き、容体は深刻ですが対処には医療点滴を導入する改善が必要です。もっと良い設備があれば。上官殿の手術が成功しました。通常の手順で対処しましたが、一命を取り留めました。よかった。ですがその間に他の患者が次々に亡くなり、死者は4名増加。彼らを犠牲にしてビッグ患者を優遇したわけではないと思いたいですが。来る、敵が来る。来るぞ。病院のすぐそばへ砲撃とは、連中はジュネーブ条約に違反している。野蛮人め。大砲の狙いは病院ではなく我々の塹壕戦だ。少佐、ドイツ軍は榴弾砲を使っている。飛来物が我々の近くに落ちるのはそのためだろう。榴弾は弾丸の破片を飛散させます。今回の砲撃で考えさせられたよ。少佐、我々は病院外の出来事について情報を収集できる専門部隊が必要だ。司令部からの情報だけでは心もとない。司令部から偵察部隊を組織する許可を得たが条件付きだった。偵察部隊は私ではなく少佐の指揮下に置くとのことだ。わかりましたが、ご不満なのではないですか？不満だが司令部とやり合うほどバカじゃないさ。偵察部隊のために宿舎を用意し、司令部に派遣を要請すればすぐに部隊を指揮する者を送ってくるだろう。わかりました。お疲れ様でした、中佐。司令部は何考えて病院の指揮官に偵察部隊も任せようとしてるんですか？フロストパンクの探索に相当する機能をゲームに導入するためです。そういうメタ回答ではなく。イベントのアイコンが出てました。見てみます。隠した薬。戦争前にここに品揃え豊富な薬局があったと報告を受けました。開戦時に地元民が略奪し、家に隠した可能性が高いです。家宅捜索して薬を蒸発すべきでしょうか？戦争に備えて薬を略奪。略奪者は許せないな。徹底的に捜索せよ。一時は外科用品枯渇の危機でしたが生産と注文を増やし、今回の挑発もあって乗り切りつつあります。リハビリセンターでラルフィーさんの推薦状を確認します。少佐へ。塹壕の防衛中、並外れた熱意と不屈の勇気を示したラルフィー・モーガン2等兵を5長に昇格させる。モーガン2等兵は敵軍が圧倒的な数だったにもかかわらず、増援が到着するまでの30分以上、単独で持ち場を守り抜いたと聞いている。彼の功績を鑑み、彼の剣をより優先させ、速やかな現役復帰を確実なものとすることを推奨する。イギリス海外派遣軍第36師団中佐、アンガス・マクフィヒオゲイン。これが推薦状ですか？市場というよりは、エースを優先的に治療しろという推奨じゃないですか。是非はともかく、父親の友人だっただのと邪推して。この子、戦争に志願した理由は父親のそばにいたかったからで、今士気が高いのは戦死した父への思いが影響していそうなんですよね。それを踏まえると、通常の判断基準を曲げて優先的に父へ復帰させることに対しては、複雑な感情が心の中を行き交ってしまいますね。はぐらかそうとしてます。とはいえ、息子が戦死した少佐と父が戦死したラルフィーさん。少佐はこの推薦状をどう読んだんでしょうね。ゲーム上、VIP患者は推奨された処遇しか選べないようです。というわけで、お望み通り塹壕へ送り返しました。6月10日、着任5日目の朝10時、救った者の数20人、救えなかった者の数11人。新たな犠牲者の名前を読み上げましょう。ツイート、ウェイチー、ホイル・ポラード、ジョセフ・アブラム、リンドリー・パーソンズ、メイズ・テリー、アーネスト・アトキンソン、人生を変えると言っていたジョレイ・アジキウェ。未来への希望をつなぎ止められなかった。せめて無心で安らかな眠りについてください。墓地にも榴弾の破片が飛んできて安らかならざる状態だったと思うんですよね。これ以上この街が荒らされませんように。続く。